皆さん、どうも、浩平です。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日は、ポッドキャストということで、日本語とか、日本の文化、また考え方とか、いろんなことについて話していこうと思います。YouTube の字幕機能を使うと、日本語、英語、インドネシア語で見ることができます。また、スクリプトが Patreon の方に載せてあるので、もし興味がある人は Patreon の方にも見に来てください。今日は日本の行ってみたいところとか興味があるところについてお話ししようと思います。私は、2月に日本に帰る予定です。だいたい1ヶ月ぐらい日本に、1回戻ろうかなと思っています。で、その時に友達と遊んだり旅行に行ったりしようかなと思っていて、毎日ね、どこ行こうかなとか考えているので、それについてちょっとシェアできたらいいかなと思います。まずね、インスタグラムを使って、みんなに日本で行ってみたいところについて聞いてみました。いくつかあったんですけど、まずは愛知県のランタン祭りっていうのを聞きましたね。私が愛知県なので愛知県を出してくれたのかなと思いますが、聞いたことないですね。ちょっと僕は知らなくて、僕が住んでいる地域の祭りではないのかなと思いますが、もしね、愛知県にランタンの祭りがあったら、ぜひ行ってみたいですね。ものすごく綺麗だと思うし、すごく、なんだろうな、ランタン祭りとかっていうのは文化とかを感じられると思うので、ぜひ行ってみたいですね。で、あと、東映スタジオとか秋葉原っていう意見もありましたね。東映スタジオっていうのは、特撮系とか、そういったものを取り扱っているところかなと思います。ちょっと私は詳しくないんですけど、その回答してくれた子が、特撮系、仮面ライダーとかウルトラマンとか、そういったものが好きみたいで、東映スタジオと言っていましたね。で、秋葉原、これもよく聞きますよね。AKB48 もそうだし、あと秋葉原はガジェット、パソコンとかカメラとかスマホとかもたくさん売ってるし、あと、アイドルもたくさんいるし、アニメもたくさんあるっていうので、日本の文化っていうのがもうすごくその秋葉原っていう街に凝縮されているような感じですね。日本の文化を感じるのであれば秋葉原に行くのがおすすめっていうような、印象を持っています。あとは長野県の温泉ですね。長野県、温泉がね、あって、その冬に行くと、猿とかが降りてきて、一緒にお風呂に入れるみたいなものがあるんじゃないかなと思います。それもちょっとまだ詳しくないんですけど、ね、そういうのがあればね、面白いですよね。冬の中、温泉に入る。温泉っていうのがそもそも日本の文化で珍しいものなんですけど、なかなかね、雪が降っている中、外に出てお風呂に入るっていうのは想像ができないようなものなのかなとも思います。そんな中ね、外の、冷たさとかも感じながら、暖かいお風呂に入って、空気、景色を感じる。それもすごく風情があっていいんじゃないかなと思います。こんな感じですよね。であとなんかホラーとか、怖い場所、お化け屋敷とか、廃墟とかそういうのですかね。富士急ハイランドとかだと、戦慄迷宮かながあったりとか、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンも毎年しっかりやってますよね。そういったホラー系お化け屋敷、もう日本は得意な分野かなと思います。インドネシアとかね、アメリカのホラーと少しテイストが違って、日本っていうのは、いきなり驚かせるみたいなのが結構強いですね。振り向いたら人がいるみたいな、そういった怖さが結構多くて、グロいとかっていうよりはびっくりするっていう意味のホラーが多いのかなと思います。っていうのが、私のフォロワーの、外国人ですよね、が行ってみたいと思う日本のところでした。で、今日お話しするのは私が行きたいところなんですけど、2、3年前から比べると、私も日本に対しての印象とか知識とかも随分変わってきていて、っていうのも、あの、インドネシアって歴史とか文化とかすごくたくさんあるんですよね。そんな中で、インドネシアの歴史とか文化を知っていく中で、逆に日本の歴史とか文化について知る機会もあると。そんな中で興味が湧いて、旅行する時、ちょっと前だとユニバとかディズニーとか楽しいところって思ってたんですけど、今は結構ね、景色とか文化とか歴史とか、そういう日本ならではの日本の良さを感じられるようなところに行きたいなと思うようになりました。例えば愛知県だと犬山があったり、大須とかも有名ですよね。
であとは飛騨高山とか伊勢とか近くの県にもいろんな観光地があって、自然が多かったり昔の街並みがあったり歴史を感じられる文化を感じられるようなところがとても有名なんですけど、昔に比べてより一層興味があるというか価値を感じられるようになってきたかなと思います。日本にいるとねよく見るし友達もよく行ってるから当たり前すぎてあんまり行ってもなって思ったりするんですけど、今は3月にまたインドネシアに戻ってきて生徒とか他の人たちインドネシア人と話す機会もあるので、そういう人たちに対して話せるっていうのもあるし、あと自分の中で日本を知ることが自分の日本語教師としての能力につながるのかなとも思っているので、次帰る時っていうのは有名なところもそうだし、ローカルなちょっと地方の良さを感じられるようなとこも行ってみたいんですよね。インドネシアで今スラバヤに住んでるんですけど、インドネシア人に聞くとスラバヤじゃなくて他のところやっぱおすすめしてくれるんですよね。で時々一緒に行ったりとか、観光客では食べられないようなお店とかでインドネシアのローカルなご飯を食べたりとかっていうのもあるんで、あの観光客に向けたものだけがいいものではないんですよね。それはインドネシアもそうだし日本もそうなのかなと思います。特に私が住んでいる私の出身地は、少し田舎なところですし、みんな知らないようなところ、愛知県の人でも知らない人がいる、そんな街なんですけど、やっぱり良さはあるんですよね。帰りたいなって思うし、説明できることもたくさんある。なので他の県とか、愛知県もそうですけどローカルなところに行って日本の深いところの文化っていうのを楽しみたいなとも思っています。ちょっと1ヶ月だからねあんまり時間ないので限られたところにしか行くことはできないと思いますが、それでもねいろんな日本を楽しんで、去年は友達と遊ぶことを中心に予定を組んでいたんですけど、今回は日本を楽しんだり日本の文化を楽しんだりするようなことを、メインにちょっと1ヶ月のプランをね立てようかなと思ってます。去年は伊勢神宮おかげ横丁っていうところに行きました。であと大阪にも行きましたね。大阪は気の知れた友達と行って、ご飯食べたりお酒飲んだりしたっていう感じなんですけど、伊勢神宮とかおかげ横丁に関してはもう街並みですよね。食べ物もそうだし街並み雰囲気、あと観光客の多さとかも相まってすごい景色ですごい雰囲気だったなと思います。ちょっとねすごいっていう言葉しか使うことができないので、言葉の勉強しなきゃなとも思いますけど、ディズニーとかユニバみたいなただただ楽しいっていうようなところではなくって静かに景色を見て、座ってお茶を飲むコーヒーを飲むとかでもいいですよね。そういった中で自分の中の気持ちと向き合うような時間を取ることができると思うんですよね。そういった時間ってすごく大切だなと思います。やっぱり普段から音楽を聴いたりとか YouTube 見たりとかテレビ見たりとかいろいろなものに触れている中で静かで何も話さない、それでいて何も考えない、そんな時間ってなかなかないと思うんですよね。僕は本当になくて、家の中でもイヤホンして音楽聴いてるので、もう本当に自分のことを考える、自分と静かに向き合うっていう時間ってなかなか取れないんですよ。そんな中ですごく自然豊かな伊勢神宮とかおかげ横丁の雰囲気、ローカルなところに触れたりとか、食べ物お土産とかを見たりとかっていうのは日常から離れたようなものを感じるし、でも自分と向き合うっていうのは一番の日常なのかなとも思ったり、こういう時間って大切だよなって思ったりもしました。その時の印象がすごく強いので、今回帰った時もねそういったところ行きたいなと思ってます。今気になってるのは馬込っていうところ、岐阜県にあるんですけど、昔のね東京と京都を行き来する時に使われていた宿泊街、宿の街ですよね。そういったところがあって、夏がすごく綺麗みたいなんですけど冬もすごく綺麗みたいなので、ぜひ行ってみたいなと思っています。あともう決まっているのは京都の伏見稲荷、鳥居がたくさんあるところね。
あれすごく行きたいなと思っていたので、今回すごく楽しみにしています。で、あとは、白川郷とか、愛知県の近くの、世界遺産、文化遺産、昔の街並みとか、昔の雰囲気が感じられるようなところに行って、ちょっと日本について勉強もしたいし、行ってみた感想とかをね、皆さんにもシェアしたいなと思っています。1年、2年、インドネシアに住むことで、街を見たりする時の見方も変わったし、宗教に対する理解も深まったと思うし、インドネシアのいろんなものを見るたびに、日本と何が違うんだろうとか、じゃあ逆に日本って何がいいんだろう。自分が日本でいいと思っているものって、本当に日本の中ですごくいいものなのかな。もっといいものがあるんじゃないかなとか、外国人が興味を持つものと日本人が興味を持つものって全然違いますよね。そういったところも知っていかないと、これからね、もっといろんなことを皆さんに、日本語を通して伝えていきたいと思っている中で、いつか難しくなるタイミングが来るんじゃないかなと思ってるんですよね。そのために、ちょっと短い期間ではあるんですけど、日本に帰った時に自分と向き合いながら、インドネシアとの違いは何か、本当にこの場所でいいもの、価値があるもの、自分にとっていいもの、みんなにとっていいものってなんだっていうのを考えながら、ゆっくり街並みを見たりとか、食べ物を食べたり、あと人と触れ合ったり、そういったことをしながら、次のね、2月の1ヶ月、過ごしていこうかなと思っています。昔に比べるとね、少し年を取ったっていうのもあると思うんですけど、静かなものを見たりすることに趣を感じる、ことが増えたなと思いました。ということで、今日はね、2月に日本に帰るので、その時に行ってみたいところ、インドネシアと触れてみて、変わった日本に対する見方っていうのをお話ししました。日本でこれを見てくれている人たちも自分の国の良さっていうのが逆に分かったり、日本とインドネシア、日本と自分の国の違いについて考える機会が多いんじゃないかなと思います。ね、すごく有名なところもいいですけど、ちょっとローカルなところに行ってみて、根深い、深い文化について考えてみるのも一つ旅行の楽しみなんじゃないかなと思います。またね、2月日本に帰っていいところがあったら皆さんにお話ししたいと思うので楽しみにしていてください。はい。ということで今日の動画は終わりです。ここまで見てくださってありがとうございました。字幕をつけて見るのもいいですし、パトレオンの方でスクリプトを見ながら勉強するのもいいと思います。スクリプトを見ながら勉強すると読解、聴解、あと新しい言葉、新しい文化、いろんな勉強ができます。一つのスクリプトを使っていろんな勉強ができるので、ぜひ楽しんでみてください。ということで、今日も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。